どうも、ベルです。今回は、ドゥームステイの、ヒーローのティアリストを、前回作成したので、そちらの C ランクのヒーローの、解説をやっていこうかなと思います。ヒーローのティアリストというのは、ドゥームステイのヒーローを、S ランクから、D ランクまで、ランク付けしたものになるんですけども、今回は、その中で、C ランクのヒーローの、ドライゴローと、中野さんと、キャサリンと、あとはシンシアと、リーですね。この5名になるんですけども、また今回の動画は、前回の動画の続きとなっておりまして、前回の動画をまだご視聴いただいてない方は、前回の動画をご視聴いただいた方が、より楽しめると思いますので、概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらをご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、前置きはこのくらいにしておきまして、早速、本題の方に入っていこうかなと思います。まず、ライゴローから行こうかなと思うんですけども、ライゴロー、第一世代のヒーローで、最強ヒーローの一角のサンダーが使えるようになるまでは、トム・ライゴローとして、もうめちゃめちゃ使っていったヒーローになるんですけども、正直、サンダーが使えるようになってしまうと、ベンチを温めるだけになってしまっているのが現状かなと思います。正直、サンダーの方が、性能、中トンの性能として見たときに、もう圧倒的に上なんですよ。ただ、サンダーは、あくまで回復なので、重傷兵は、バンバン増えちゃうんですよね。それに対して、ライゴローは、シールドを付与することができますので、ダメージ自体を実質的にカットしていくことができます。もうそれが彼の強みです。で、野戦するときは、トム・サンダーじゃなくて、長期戦になってきて、損耗費が、大切になってきた場面であれば、トム・ライゴロを、使った方がいいケースっていうのも、間違いなく、存在します。また、第3世代のロバートですね。彼なんですけども、彼は、理想で言うと、エリートロバートで、組み合わせて使うんですけども、なかなかどちらも並行して育成していくっていうのは、さすがに難しいので、このエリーが、覚醒するまでのつなぎとして、全然ライゴロは使っていけるのかなと思ってます。本当はエリーの方が、強いのは事実なんですけども、全然代役にはもうなれるので。またシールドの不要量っていう面で見たときに、現状ライゴロが一番多いので、今後のヒーロー追加次第では、まだ輝くことのできるヒーローなのかなと思ってます。では、次に中野さんですね。で、中野さんは、第一世代の、射撃ヒーローで、もうビジュアルはもう100点なんですけど、昔から性能的にちょっと難しいところがあるヒーローです。ただ、D ランクのヒーローと比べたときに、同列ではないなっていうふうに、正直思ったので、今回は C ランクということで、ランク付けさせていただいたんですけども、彼女は、強い射撃ヒーローの相方として、使っていくことがメインになります。ジュリアなどの、もう強い射撃ヒーロー。こちら、単体では育成できたけど、理想の相方がまだ育ってない。という場合に、中野さんはもう非常に活躍してくれます。今私、第一世代の、第三世代の、ジュリアと、ジェイコブ。この二人持ってなくて、射撃二部隊目を組むときに、今、第二世代のジョニーと、中野さんを組ませて使ってるんですけども、ほんとジョニーって、ルイ、チュンと、ルイで組ませてる以上、もう誰と組ませればいいのか問題がぶっちゃけあって。で、ラリーだったらもちろん、ルイだったり、マスタージンとか、ですね。ルイとかマスタージンで、全然相方いるんですけど、もう野戦だと相方が正直いないので、で、そうなった時に、もう中野さんはもう相方として大活躍してくれてます。中野さん以外にも、今回ご紹介する、C ランクのヒーローたち。その陛下の、じゃあ2部隊目を、作ろうって思った時に、もう途中のつなぎ要員として、もうバリバリに、活躍してくれるのかなと思ってます。
では、次にキャサリンですね。こちらも、第一世代のヒーローになってまして、VIP を上げていくことで、購入できるヒーローなので、ヒーローになるんですけども、まあ僕自身、一番最初に、レジェンドの中では、一番最初に覚醒させたヒーローで、まあ、非常に思い入れのあるヒーローになるんですけども、基本的には、キャサリン・シンシアで、今まで組ませていたかなと思います。まあ、最終的には、騎兵の第一部隊が、ベラスベンで、ただ組めるようになった時に、じゃあもう一人、騎兵のめちゃめちゃ強いヒーロー、まあ、エレナがいると思うんですけど、じゃあそのエレナを誰と組ませるかってなった時に、その相方となるのが、キャサリンです。まあ、もちろんジョナサンでも、キャサリンで、もちろん、ジョナサンでもいいんですけど、ジョナサン、彼を覚醒までゼロから育てるかってなった時に、正直かなり厳しくて、育成できる人ってもう本当全ヒーロー覚醒を目指してる人くらいなんですよね。騎兵二部隊運用の際のもうエレナの相方ということで、もうキャサリンはもうバンバン使っていけるのかなと思ってます。では次に、シンシアですね。こちらも第一世代のヒーローで、まあ、キャサリンと組み合わせて、使っている方が非常に多いかなというふうに思うんですけども、今後、彼女は、進軍速度要因として使っていきましょう。闇の封鎖だったり、またアイランドレイド、あとは初頭レイド、その時の、タイルキルだったり、バウンティの戦いだったり、あとポンペイのインキュベーターの輸送ですね。もうこれらで大活躍してくれます。で、彼女、なんで足がめちゃめちゃ速いかっていうと、この第2スキルでの、進軍速度アップもあるんですけども、メインはもう才能ですね。もうこの騎兵部隊の才能。これで大幅に進軍速度上げてくれるのに加えて、これ野戦の才能ですね。こちらでも大幅に速度を上げてくれます。この進軍速度に特化した、高速部隊については、今度特集しようかなっていうふうに思ってるんですけども、この騎兵プラス野戦の才能を持ったレジェンドヒーローっていうのは、シンシアしかいないので、今後もバンバン使っていけるのかなと思います。もうタイルキルだったら、シンシアとベラ。で、バウンティだったら、もう戦闘離脱したら絶対逃げ切れるわけで、もうパクと組み合わせていくのも非常にいいのかなと思ってます。正直、火力が必要な戦闘で、彼女を使っていくのは、もう難しいんですけども、タイキルだったり、バウンティで、バウンティ要員で、もう今後もバンバン、活躍していくことができるのかなと思います。では、次にリーですね。彼も第一世代のヒーローで、彼は弱体バフを範囲で巻くことができる、のが強みです。ただ、いかんせん、火力と打たれ弱さが弱点なんですよね。私、第二世代が、揃うまでは、このリーバリバリに使ってたんですけど、どうしても狙われちゃって、すぐ落とされちゃうんですよ。リーは、火力を目的として、使っていたのではなくて、デバフとして割り切って、アシスタントにアレクサンダーをつけて、使っていたんですけども、第二世代が揃った後だと、どうしても彼を採用する余裕っていうのはなくて。ただ、このデバフスキル、現状はただ、ただ単に相手のセラスを一時的に落とすものになってしまってるんですけども、今後のヒーロー追加次第で、デバフ状態の敵に大幅なダメージアップとか、そういうヒーローが実装されれば、彼がまた最前線で輝く時代も来るのかなと思ってます。はい、ということで、C ランクのヒーローについては以上になるんですけども、メインではなくとも、優秀なヒーローを使うためのアシスタント要員だったり、シンシアなんかは、もう最も進軍速度が速いヒーローということで、今後もバンバン使っていくことができるのかなと思ってます。次回は B ランクのヒーローになるんですけども、アダットと、エディと、ロバートと、あとは、ジョナサンと、あとはマスタージーンですね。この5名になるんですけども、
まあ、こっからはもうバンバン使っていける、強いヒーローですね。まあ、ほんとアダットと、エリーとロバートについては、もう正直 A ランクにするか、めちゃめちゃ迷ったレベルで。あと、マスタージンも全然、使い方によってはもう非常に優秀なので、今後戦っていく上で、B ランクのヒーローたちを無視して戦っていくことは、正直厳しいと思いますので、ぜひ次回の動画も、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、概要欄より X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。